はい、皆さんようこそいらっしゃいました。心のサプリキモトークです。今日は自分に自信が持てない方に対してメッセージを送らせていただきたいと思います。私のところに相談に来る方の中にこういう女の子がいるんですね。彼女はね、自分に対して非常に自信がないんですよ。それで例えばテストの成績が悪かったりとか何か失敗しちゃったりすると、それがどんな小さな失敗であってもすごく気にしてしまう。本当にそれで悩んでしまうという子がいるんですね。でこの子は実はご両親がすごく教育に厳しくて、特にねお母さんがすごく教育に厳しいんですよ。で小さい頃から、すごく彼女に対しては厳しく教育をされていて、で彼女がねそのお母さんに褒めてもらえる時っていうのはテストでいい成績を取った時とかね、親の言うことをよく聞いた時とか、そういった時は、褒めてもらえるんだけど、いつもはねこう勉強しなさいとかね、もっと頑張りなさいとかね、言われてあんまりこう可愛がってもらえなかった。そしたらね彼女はねだんだんとねこう勘違いをするようになってしまったんですよ。どういう勘違いかというと、ああ私は無条件にお母さんに愛してもらえないんだね、私はお母さんに愛されるためにお母さんの望むような子供にならないといけないんだ、学校の成績もっと伸ばさないといけない、頭のいい子じゃないとお母さんに愛してもらえない、こんな風にね考えるようになっちゃったんですよね。本当はね親にとって子供ってね無条件に可愛い存在なの。何の条件もないんですよ。ね、頭が良かろうが悪かろうが、スポーツができようができなかろうがそんなこと関係なくてね、自分の子供だから無条件に可愛いもんなんですよ本当はね。だけどねこのお母さんはね自分自身があまり学歴がなかったことがすごくコンプレックスになっていて、随分とね学歴がないことで悔しい思いをしたんですって。だから同じ悔しい思いを娘にさせたくないからと思って、お母さんはお母さんなりの真心だったのかもしれないんだけど、ちょっとねそのプレッシャーがきつすぎたのね。でねこの娘さんもねお母さんがね悪気があってそういうふうにしているんじゃないってことはね分かってるんですよ。だからこそねお母さんのこと責められないってそう言ってるんですよね。お母さんのこと責められない、だってお母さんかわいそう、お母さんの望むような子供になってあげたいってこういうふうにね彼女は言っていて、だからねお母さんのこと嫌いになれない、お母さんかわいそう、お母さんのことが嫌いになれたらどんなに楽かもしれない、でもお母さんのこと嫌いになれないから苦しい、私がいけないんだ、親の期待に応えられない私がいけないんだってね、こんな感じで彼女は自分のことをどんどんと責めてしまう、そういう子なんですよ、心がすごく優しいんだけどね、でもすごくねかわいそうな子で、親からね無条件な愛情っていうのをねしっかりと受けている子っていうのは自分に対してね絶対的な自信があるんですよ、だって自分は頭が良くても悪くてもスポーツができてもできなくても、でもお母さんは私のことを愛してくれているって思っているとね、自分は無条件に愛されるんだ、無条件に自分には価値があるんだっていうことが分かるもんね。でもねこのお母さんは娘さんのことを愛しているんだけどうまいことその表現ができてないのね。愛情のキャッチボールがうまいことできてないんですよお母さんと娘さんの間でね。で娘さんはこういうふうな感じの勘違いをするようになっちゃった、でそうするとね絶対的な自信がない人、私は愛されてるだから価値があるんだっていう絶対的な自信がない人は、人間はね自信がないとなかなか生きていくのがしんどいからね、なんとかしてね自信を持とうと思って、じゃあどうするかっていうとね相対的な自信というのをね手に入れようとするんですよ、誰かと比べることによって、私の方がこの子より勉強ができてるからいいんだとかね、この子よりまだマシだとかね、なんかこう相手と比べることによって自分の価値を確認しようとする、絶対的な自信がないからね、だから相対的な自信でそれを代用しようとするんだね、だけどねこれがね実は間違ってるんだ、人間の価値なんていうのはね比べることじゃね測れないんだよ。
うん、人間の価値っていうのはねそんなもので測れなくてね、この世の中にはね60億人の人間がいるって言われていますけど、皆さん方一人一人はね、かけがえのないたった一人の存在なんですよ、ね、皆さん一人一人の代わりになれる人は誰もいないの。うん、だからね誰と比べてなんていうことで人間の価値なんてわからない。うん、だけれどもこういった形で心に自信のない人はね、なんか人と比べることによって自分のね価値を確認しようとする。でそうするとね、まあ上には上がいるもんね。勉強にしたってスポーツにしたってね、自分よりも優れた人って中にはいるでしょう。でそうするとね、なんで僕はダメな人間なんだろう、なんで私はダメな人間なんだろうっていうふうな形で、自分自身の悪いところとかね、そういったものが目についてしまったりとかして、まだまだね自信がなくなったりするんですよ。自分のね弱点に気づくっていうのはすごくいいことなんですよ。うん。それによって謙虚さが身についたりとか、あとは向上心に身についてね、よしここが苦手だからじゃあ僕はここを頑張ろうとかね、そういうふうなポジティブな目標につながることもある。だからそれは一概に悪いことじゃないけれども、でも自分のことが自信がなさすぎてしまって悪いところばっかり目についてしまって自分を責め続けるっていうのは良くないね。うん、何でもそうだけどね、やっぱりバランスっていうのが大事ね。自分の悪いところばっかり見つめているとね、どんどん自分自身の気持ちが萎縮してしまってネガティブになっちゃうんですよ。うん、例えばね、そうだな、コップに半分のジュースがあるとしようね。コップに半分のジュースがありますね。でそのジュースを見てね、あ、まだ半分も残ってる、もう半分ジュースが楽しめるっていう風な形で、この半分のジュースを喜ぶことができる人もいます。でも中にはね、もう半分も飲んじゃった、あと半分飲んだら終わっちゃう、寂しいな、こんな風な感じで、ネガティブに捉える人もいる。うん、コップ半分の水っていうね同じものを見るにしても、ポジティブに捉えるかネガティブに捉えるかによってその意味合いって随分と変わっちゃうのね。うん、だからね、自分に自信のない、人たちね、何でもかんでも自分の悪いところばっかり見てしまう人というのは、例えばテストで95点取ってもね、取れなかった5点の方が気になっちゃうわけね。95点なんていうのはね、寝っ転がって遊んでたら取れない点だもんね。一生懸命勉強してないと95点って取れないよね。でもそうであっても、よかった、5点足りないところ、これは自分の弱点がよく分かった、よしじゃあここしっかりと勉強して次100点取るように頑張ろうっていうふうにね、ポジティブに捉えられる子はいいけど、5点も取れなかった、5点取ったら100点だったのにやっぱり私ダメなんだっていうふうな感じで考えちゃう子もいるのね。でさっきのコップ半分のジュースの話だけど、同じものでもね、ポジティブに見れるかネガティブに見れるかで人生っていうのはね随分と変わってくるんですよ。うん、だからね、時に自分の望まないような結果が出た時でもそれをくよ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 としてしまうのじゃなくて、次にポジティブなものにつなげていくっていうことがね非常に大事になってくる。うん、だからね、自分に自信の持てない子っていうのはね、人と比べてもしょうがないんだよ。もともとねあなたはかけがえのない一人の存在なんです。うん、これねまたちょっとねスピリチュアルな世界のねアドバイスになるけれども、意味のないね人生っていうのはない。意味のない存在っていうのはねこの世の中にいないんですよ。みんなどんな人でもね必ず何らかの意味を持って生まれてきてるんですよ。価値のない命、価値のない存在なんていうのはねありえないの。だからねあなたもね、自分自身の価値に、気づいていただいて、なんかねそういう風な形で自分の弱点ばっかりをあげつらって苦しむような生活からねなんとか抜け出してほしいと思う。だからね、ちっちゃい頃からねそういった形で、親御さんとうまいこと愛情のキャッチボールができなくて、この子の場合はね自信が持てなくなっちゃってる、そういうケースなんだけれども、これに似たような経験をしている人ってねいっぱいいるんじゃないかなと思うんですよ。でね、なんかちっちゃい頃からそういう風な感じで自分の心の中に、できてきてしまったルールっていうのはね、ルールとかものの見方ね、
こういったのってすぐに変えられるようなものじゃないから、ね、私にこういうふうなアドバイスを受けたからって明日からコロッと変わるかっていうとそんな簡単な問題じゃないと思う、だからね引き続きいろいろな形でメッセージを発信させていただきたいと思いますから、これはね今日はね第1回目ね、これからねいろんな人のケースに触れて、心の中に自信の持てない人、そういった人たちが自分自身の素晴らしさ価値に気づけるような、アドバイスをねこれからしていきたいと思うから、なんかのねきっかけになればいいかと思います。だから、また次の動画も楽しみにしていてください。それでチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。じゃあまた次の動画で会いましょう。